衣装モデリングその1、ポリキャラ作ろうプロジェクト。今日は前回作った頭部のための衣装を作っていきますよ。こちらテクスチャ作成中の最新データです。作成途中ですが、こういう方向性でモデリングを進めていきます。こんな単純な立体から始めて、ここまでの作業をご覧いただきますね。正面図を描いたので、当たりを取るためにイメージプレーンで表示させます。身長165センチくらいを想定して、イメージプレーンにスケールをかけます。頭部モデルの位置とサイズをパースビューでデザイン画に合わせます。イメージプレーンのアトリビュートでアルファ値のゲインを下げて透明化しています。こんな感じで合わせてみました。ここで絵を作成するのに邪魔なので、紙を非表示にします。今回も単純な立体から形状を編集していきます。頭部モデル作成の時もお話ししましたけど、実務においてプリミティブから形状を作ることはまずないのですが、モデリングの練習になると思うので、こんな感じで進めていきますよ。胸の位置、腰の位置、骨盤の位置など、ランドマークになる場所にエッジループを挿入して、平面的な立体にボリュームを持たせていきます。今はサイドビューを使って編集しています。今度はシンメトリの軸をオブジェクトを X にしてフロントビューで編集していきます。今度はサイドビューでどういった具合に編集に適したビューをアクティブにして調整を進めていきます。センター両側にエッジを追加します。株4つのフェイスを選択して押し出します。端になります。一旦膝位置まで伸ばしておきます。次に腕を押し出します。フロントビューでエッジ間の距離を調整します。膝部分にエッジを追加して移動、硬いになります。背面からエッジ間の距離を調整します。大体にエッジを追加してボリュームアップ。肩口にエッジループを挿入して後の編集に備えます。肩にもエッジループを挿入しておきます。肘の位置にエッジループを挿入。さらにもう一度エッジループを挿入して生地関節の形状を作ります。後でディテールアップします。足首にエッジを追加したら前面下部を押し出して足を作っていきます。かかとを持ち上げて
押し出しでヒール部分を作ります。割りが少ないうちから形状を意識して頂点移動で整えていきます。だいたい上部にエッジを追加。エッジフローの編集にチェックを入れておきます。内側はえぐれちゃいましたけどね。ブーツから足付け根までをざっくり整えます。腕先端のフェースを押し出して手になる部分を作ります。上腕を分割。ボディ外側にエッジルートを挿入。エッジフローの編集でエッジ間の距離を慣らします。指部分のフェイスを一旦指根元の位置に畳んでしまいます。ターゲット連結でね。改めて指を押し出すために4分割します。そして押し出し。鎖骨と肩甲骨のつなぎ目、肩峰あたりに分割を追加。頭部に垂直方向の分割を追加。エッジフローの編集で鳴らします。三角筋のボリュームを出すために分割を入れます。スケールツールで頂点整列しています。
こからは衣装デザインに合わせた分割と形状調整を始めていきます。現在イメージプレーンに表示しているデザイン画は暫定デザインとして使用していて、実際にはモデルを作りながらデザインを決めていく形で進めています。しかしながら実際の仕事ではデザイン画の再現が最優先で、モデラーが自分の思いで勝手な解釈や変更を入れるのは NG ですよ。シェーディング X 線表示でイメージプレーンの画像が見えるようにして編集しています。今、ボディ前面の調整をしてますけど、誤って背面の頂点を触らないように、背面のフェイスは非表示にしています。エッジを追加してエッジフローの編集を適用。くびれたラインになります。衣装デザインのラインに沿って分割を入れているのは衣装を立体化するためもありますけど、単純に四角ポリゴンの均等割りで作ってしまうとローコリなのでテクスチャが歪んでしまうんですね。その補助としての分割でもあります。作業を見てもらっている間にお話ししますけど、実際の仕事では頭部を先に作って、その後ボディの作成を始めるということはありません。全体のバランスを見ながら作ることがとても重要なので、各パーツ並行して同じ進捗率で進めるのが基本です。ボディのパーツで言うと、手なら手だけを集中的に作って満足したら足を作り始めるというやり方は全体のバランスが崩れる原因になるのでよくありません。とにかくバランスが大事なんですね。ここで仮のマテリアルを割り当ててみます。そうすることで各パーツの境界が視認しやすくなりますよね。必須ではないですけどね。カラーは本当に適当です。頭部モデルを作っている時もお話ししましたけど、ゲームモデルでは三角ポリゴン OK で四角と三角で構成したモデルを作ります。5角以上の N 角ポリゴン、いわゆる N5 は NG です。基本的に四角ポリゴンで作成。必要に応じて三角ポリゴンを使います。四角だけで構成すると、ポリゴンの流れが見えづらくなります。ノーマルマップ用に高解像度モデルを作るときは、三角ポリゴンがあると、細分化したとききれいにならないので、パーツごとに四角ポリゴンで構成した別モデルを作ってから細分化して、ハイコリモデルを作りますよ。それをミッドモデルと呼んでるけど、一般的かどうかはわかりません。ロー、ミッド、ハイのミッドです。ミッドモデルについては、今後ハイコリモデルを作るターンでご覧いただくかもしれません。
今更ですけど、選択項目の分離で表示させているので、カットなどの編集時、ポリゴンがかけて見えるのは問題ありません。通常表示に戻せば正常に見えます。カットしながらエッジを整理して、仮マテリアルを割り当てる作業をしています。頂点移動とエッジの追加でポリゴンの流れを作っていきます。基本的には頂点をちまちま動かして形状を整えていってます。エッジを追加。エッジフローの編集で鳴らします。ターゲット連結でマジ、エッジを追加。そういう作業を繰り返します。腕の頂点の選択。腕付け根にピボットを移動。回転で腕を少し開きます。外方向に移動。巻き部分の頂点を調整。マルチカットでエッジ追加。手の指は関節を曲げられる程度の割りにします。実務においては使用に応じたディテール感で作成しますよ。鎖骨の形状を調整しています。煽りで見たり、俯瞰で見たり、いろんな角度から見ながら調整しています。脊柱起立筋になるエッジを追加します。本日はここまでになります。続きは次の動画でね。この動画が役に立ったと思ったら、高評価、シェア、チャンネル登録よろしくお願いします。
以上、マヤハックでした。